皆さんこんにちは、ジャーネです。今回の動画は旅のゴールイスタンブール、空港到着から帰国まで4日間の滞在を詰め込みました。アパートで自炊し、バスや地下鉄やフェリーを乗って街を移動して、観光地だけじゃないリアルなイスタンブールの日常を感じてきました。それでは一緒に旅をしている気分でご覧ください。広いですね、イスタンブール空港は。バスはそこか。パブリックトランスポートはこっちじゃない？下に行きますよ。いいですか？いや、バスのマークあるからこっちだと思います。人がいませんね、ほとんど。でもここからバスが出てると思いますよ。今銃を持った警備員さんにわかんないんですよ。教えてもらいました。14番で行けると言ってましたが、ちょっとそちらに向かっています。14番一番向こうだ。あそこにチャージマシンがあるんじゃない？ハバイスト Go to the City っていうやつが、あれがチャージ機だね。今チケットオフィスでお兄さん来ました、14番でクレジットカードに乗れそうです。ハーベス14番。HVL6 って書いてあるから、これなんじゃない？クレジットカードで360リラ払って乗ります。荷物預けると札がもらえます。ました。よかった。もしこのバス逃したらまた40分ぐらい待つことになりました。実は結構大型の観光バスという感じです。このバスはモニターがついていて、初めて充電ができます。14時6分です。では1時間ぐらい、休んでいきます。テペウストゥバス停まで約2時間もかかりました。カッパドキアで吉田夫妻からもらったカードにチャージします。カードを置く場所はここでありませんよ。カードはこちらに置くのが正解でした。ローカルのおばさんに教えてもらいました。500でしょ。マキシマム300だ。3で3、4、12、1200円か。 OK できた。できた。初めて機械を使うときは戸惑います。14来たよ。1枚のカードで2回タッチして2名で乗ることができます。大変でございます。あそこに停留所が出るので、そこを見ていくしかないです。一言。はい、疲れました。今日バスを乗ってからもう30分は過ぎていますが、進んだ距離がたったこれだけです。もう大渋滞で全く動きません。今日は土曜日ということもあって特別混んでいるのかもしれませんが、このバスには充電器があります。次で降ります。着きました。グラッシやっと着いた。いや長かったバス。長かったわ。一番近くのバス停からアパートまで10分ぐらいですか。歩いています。近くではないんだよね。だから乗り継げば2分で行ける、2分で歩いてっていうところまで行けるけど、もうそれはね大変。そう、乗り継ぎバスの時間が読めない。大渋滞で、簡単に30分ぐらい遅れてるんで。そうそう。もっと遅れてるね。もっと遅れてるかもしれません。動かなかった。もうね、こっちは寒いですよ。今ね、もう19度ですね。今日はね、21度まで上がって最低16度だったみたいです。もうちょっとだね。太陽が出ると暖かいです。あれを読んだだけだよ。お世話になるアパートに行ってきました。とても綺麗な部屋です。ルームツアー始めます。入って左側見てみましょう。まずベッドルームから。ダブルベッドが置いてあります。とても明るいお部屋です。反対側にはクローゼットがあります。白で統一されたモダンな感じです。中にはハンガーとドライヤー。アイロンがないですけどアイロン台。あと物干しがありますね。ベッドルームには小さなベランダがあります。ここは日本でいう何階でしょうかね。日本でいう4階から5階になります。4泊で31,263円でした。隣はシャワールームです。換気扇の音がちょっとうるさいです。ハンドソープ、水洗トイレ、和室、ハンドシャワーとヘッドトップシャワー。
うるさい原因の換気扇、シャンプーとボディーソープ。行って右側はリビングルームキッチンです。白で統一された綺麗なキッチンです。給湯器、ガスレンジでしょこれ。待望の洗濯機があります。キッチン、コーヒーメーカー、湯沸かし器。上にはコーヒー、紅茶、食器類です。の隣もコップ等があります。はい、ゴミ箱です。はい、カトラリーです。隣は鍋とフライパン、あとガラスのオーブン用のお皿、オーブンありません。あとは冷蔵庫です。木の冷凍室、木の冷蔵室、クタクテーブル2人掛けとテレビは相棒がクジラのように寝ているソファー、硬くて気持ちいい。ちょうどいいよ。そうです。沈まないし。はい。ここはおすすめでございます。エアコンもあります。ぜひ皆さん、新品のうちに泊まってください。こちらの窓の外から見ると、ちょうど前が公園です。ヒーターはあるので、冬来ても大丈夫です。アパートの Wi-Fi と eSIM 速度測定の結果です。この5号室の4階でした。このスーパーで買い物しました。近くでは一番規模が大きなスーパーのようです。皆さんお疲れ様でした。乾杯しましょう。イスタンブール初日の夕ご飯はラーメンです。もう疲れました。ケバブ食べたくないの？おすわけ。ストップ。はい。はい、乾杯です。乾杯しましょう。皆さんも乾杯しましょう。うまい。いただきます。いただきます。歯でもなく不可でもないね。なんでこんなぬるいの？でも時間経っちゃったからじゃん。だから早く食べようって言ってたじゃん。日本食が食べたいね。納豆に焼き魚と豆腐とわかめの味噌汁が食べたい。もうね、里のご飯が恋しいです。やはりね、日本人でした。味噌汁飲むか。カニの力。うわ、高級。カニ汁なんかめったに飲めないよ。日本から持参いたしました。日本のご飯はね、最高に美味しいですよ。来るたびに思うけど。日本で飲んだらね、そんな感動しないんだけどね。今日は早朝からの移動で疲れたので寝ることにします。22日目の朝になりました。いただきます。いただきます。コーヒーバナナ。トマト。洗濯をして買い物に行きます。今、近くのソックというスーパーで食材を買ってきました。お水5リットルほか、これだけの食材を買って2153円です。安い。で2食はいけるでしょう。では相棒が料理をします。相棒が心を込めて手を抜かず作りました。自分で作ったものは美味しいです。この後トルコ時間14時からライブを行いました。おはようございます。ジャーネです。本日9月の29日、今9時40分頃なんですが、トルコのイスタンブールにいます。今のイスタンブールの気温16度です。17度まで最高上がって最低気温15度です。かなり寒いです。本日これからジャーネさんどこ行くの？今日は雨なので、室内無料で見れるブルーモスクとグランバザールに行こうと思います。いろいろなところを見たいんですが、非常に入場料が値上がりしていて、外だけ眺めだけにしようかなと思っております。もうどこ行っても高い。行ってきます。行ってきます。もう知りたいんだよ、このゲーム。また打ったんだよ、これ。イスタンブールカードのチャージを見ます。230あります。大丈夫？帰ってでここで渡してすぐもう一回私の方が通ります。はい、これで OK です。
これで5人まで行きます。好きだ。こちらに乗り換えます。出るときは何もありません。今こっちの上の方に乗ります。タッチしてください。はい。で次私がタッチします。はい。で私たちははるかりこちらに両方来るんだ。潜って次で今ここに来たかね。相棒が転ぶ原因はツルツル、この靴がツルツルだから転ぶの。もうね、だから新しい靴買おうと思ったのに。アジア側からヨーロッパ側に移動してきました。こちらのお店ではこちらお店実演で焼いております。こちらがスルタン・アメット・パークです。アヤソフィアの近く。雨だけど非常に多くの観光客が来ておりますのアヤソフィアです。曇ってるので今一つ見栄えがよくありません今ブルーモスクを目指しています。これ天気が良かったらすごく綺麗な公園だと思うんですが残念です。スルタン・アメフト・モスク、通称ブルーモスク。多くの人が出てきております。見学を行ってきております。ここは無料で入ることができます。ただオープンする時間は決まっています。12時前だから大丈夫だね。はい11時4分。入る長い行列ができています。15分から20分ぐらい待つんでしょうか。ここかと思ったらまだまだ先です。ブルーモスクはフリーのトイレがあります。こちらがフリーのトイレです。で、そこは入り口のようです。30分は待ちますね、多分。ここで髪を覆うスカーフは無料で貸してもらえます。男性も女性も膝が隠れる服装で入りましょう。建物は大工でできているので滑らないように。入ろうとしても入れない。17世紀初頭にオスマン帝国時代に建てられたイスタンブールを代表するモスクの一つです。青いイズミックタイルが内部一面を彩ることからブルーモスクとも呼ばれている場所です。現在も礼拝が行われ、観光客も無料で見学することができます。向かいに立つアヤソフィアとともに旧市街の象徴です。内部の美しい装飾を少し見てみましょう。中庭に出てきました。すごいね、並んだね。1時間ぐらい並んで、はい、ずっとこちらが見ていきますと、はい、こんな感じでございます。天気はね、ちょっと今雨はやめました。ね、まあ良かったね。こういう足を洗うところがあります。こちらで足を洗います。ここで座って礼儀作法です。よいしょ。50です。50リラ。50リラ。茹でてあるのか焼いてんのか。そう。どっち？焼いてる方がいいよね。焼いた方がうまいんじゃない？でも茹でてるのが。100リラス。うん。Thank you。はい。熱い熱い熱い。100グラムで100です。塩も動画食べてます。甘い。本当に美味しい。珍しいね。珍しいって言っちゃ失礼か。甘い。驚きました。日本で食べたら350円ぐらいかな。350円かな。美味しそう。おお、やるね。カットしてるのカットしてる。
職人さんが作っております。で、結構全部甘いから。はい、グランバザールにやってきました。15世紀オスマン帝国時代に生まれた世界最古の屋根付き市場です。内部は迷路のようになっており、4000軒以上の店が並んでいます。お、賑やかですね。あったかい。あったかい。すごいざわざわ。そう。貴金属もすごく多い。貴金属の店がいっぱい。土産物も多いです。あとこういったスカーフね。天井もほら多い。昔ながらの雰囲気になってる。上が。こういうふうにして見るわけがない。はモザイクランプも華やかで綺麗です。い。カーペット通りです。絨毯です。水場があります。そう。スペースが結構あってさ、そうもっとごちゃごちゃしてるイメージあったけど、空気が悪いかと思ったらそうでもないね。そうでもないね。絵皿もとっても綺麗です。オールドバザール。アンティークのもの。ピック。ライカ。すごい骨董品ですね。銀製品でしょ。こんな場所がある。はい、グランバザールから出ます。特に買いたいものもなかったので、地下鉄に乗ってアジア側に移動します。これはマーラウェイだっけ？そうでしょ。地下鉄のすぐ出口の隣がショッピングモール。アジア側で一番大きなショッピングモールです。入ります。お、セキュリティがあるね。いきなりマックがあって、上の方はカフェで。 3階まであるけど、こちら2階だけど、日本でいう3階です。今は何時ですか14時15分ね。14時15分です。お腹すいた。俺だって着いたよ。フードコートがあります。いやー、食べられる。やっと。グリーンサラダ。なんか聞いたことあるな。味から順番に見ていきます。ここはマクドナルドです。メニューは160。え、そうなんだね。ウルムレってとこです。これはドリンクついてケバブとかですね。これはケバブですね。ピザ、ターキーピザですね。ここは。これがグリーンサラダということで、メニューはパスタが入ってる。300。これはバーガーキング。バーキングは安いかな。違う。あれはポパイとか。ポパイ。マカルダム。パスタの店があった。パスタハラルメニューじゃない。違う。ラミズというお店は何でしょうか。ステーキの店。次はカイセリムトゥファギ。なんでしょう。こういうのって結構高いんだよね。そう高くなる。美味しそう。でもわかんない。そう。ポテト？ローストビーフのアビーズにしました。今日の昼食です。いただきます。450リラです。セット。いただきます。写真と全然違うじゃん。全然入ってないよ、ローストビーフ。だね。溢れんばかりの写真だったけど。わかります？こっち側に入ってる。いただきます。どうぞ召し上がれ。ソースがすっごい辛いけど大丈夫？ソースはね、4種類。これと、僕負けちゃいましたが、4種類。わかんないの違いが。一つはこの特製ソースで、一つはマヨネーズ。特製ソースはちょっと癖がある。なんかローストビーフバーガーって初めて食べます。でもね、ローストビーフ癖がなくて美味しいよ。なかなか美味しい。美味しい美味しい。
相変わらず食べてるそばから片付ける。乾杯しましょう。疲れちゃったもん。いただきます。一人飲んべビールです。相棒が炒め物をしております。材料はピーマン、玉ねぎとグラムミートボール、調味料がないのでしょうがないからついてた付属のやつと、マヨネーズとシーチキンを入れて炒めました。コルドンブルー、チキンのチーズハサミ、美味しかったよね。はい、どこだっけ？ポーランドかな。はい。味ついてました。フライパン温めました。サラダです。はい、全部揃いました。ではいただきます。合成ですね。外で食べたら1万円です。食べちゃったかな。これチーズ挟まって冷蔵食にしたらうまい。冷蔵食。ここにパスタを入れたらパスタの分になります。でもほっとします。こういうアパートで食べると。コカ・コーラじゃございません。チキン食べます。このチキン割と美味しい。以上、食卓パン直前終了します。つまんないでください。はい、ケーキ屋さんで買ってきました。一つ一つ梱包してくれて、2つで1200円ちょっと。ケーキとかパンとか、用具は、トルコ安いですね。すごいでかいんだよ、これ。大きいんだよ、これ。ちっちゃいんじゃないんですよ。大きいよ。出てきましたよ。両方とも175リラです。マウスになってるよ。カット麺見せないとね。ホイップクリームみたいな。はい。ケーキじゃないもん、クリームだよこれ。スポンジほとんど入ってないやん。これが美味しい。こっちはねちょっと固め。チョコのクリーム。ああ、そんな感じするね。おいしょ。はい。カット麺はどうなってますでしょうか。ほら、軽いよね。うん。全然食べれるよね。もうホイップしてある感じがして、しつこくない。これ全然。今回旅行で食べたケーキ、一番美味しいです。非常にヨーロッパ。ヨーロッパで結構ね、2000円近いの食べましたけど。僕このが一番美味しい。お菓子もね、焼き菓子もすごい美味しかった。ここあれだよね。ごっつい親父が6人ぐらいでやってる。そう、6人ぐらいで焼いてんだよね。中ですっごい売れてる。飛ぶような。人もごっついおじさんが出てきて。そう、出てきてね、ケーキをね、繊細に取っててくれる。そうそう。で、結構相性がいいんですよ、ね、みんな。すごい感じがいい。ぜひね、この辺に、まあ、この辺止まらないからわかんないけど。そうだね、この辺はちょっと不便なんで止まらない方がいいかもしれないです。あと、ここで暮らすにはいいかもしれない。スーパーすっごいいっぱいあるね。いっぱいある。ね。徒歩5分ぐらいで5、6軒あるの。あるある。でも、こっちに来た方が安い。ここは美味しい。街中は高い。安くて美味しい。ごっついおじさんが作ってるケーキでした。以上、報告終わり。はい。イスタンブールの1日前の朝食です。私は日本の桃が美味しいというので。思った以上に天気予報が外れて青空が出ています。ここら辺まで来ると結構商店街です。はい。20分ぐらい坂を下ってくるとこのような風景、港に着きます。ここから潜ってボスポラス海峡をくぐってヨーロッパ側に渡ることができます。イスタンブール名物、釣りの風景です。私たちは今日こちらの見えているフェリーに乗ってボスポラス海峡を北上する予定です。なんか釣れてるんかな。ちっちゃい魚だけど。あ、いっぱい。わお兄さん投げて釣ってます。皆さん釣ってます。気持ちいいね、今日は。青空で。最高です。最高です。こちらから11時半出港で船が出ます。今490です。私たちはウスキダール港から一般的なフェリーに乗って北上する予定です。片道が44リラぐらいです。隣に、ツアーの
船があったんですが、こう周遊するツアーが1時間15分で250リラでした。はい。絶対こっちの方がいい。私たちは普通の船ではい。観光してきます。こんにちは、ジャーネです。ジャーネです。本日9月の30日ですが、これから11時半のフェリーに乗ります。トルコのイスタンブールにいます。今18度、最高20度まで上がって最低14度になる予想です。ではツアー行ってきます。ツアーじゃないよ。クルージング行ってきます。庶民に乗る船に普通のフェリーに乗っフェリーにてきます。乗ってはい行ってきます。こんなにちっちゃかったかな。でもそうなんじゃないの？隣じゃないじゃん。これだよね。なんかみんな走ってますが、走んなくていいんで。いいよ。走んなくていいけど、転ばないように。はい、行きましょう。お気をつけてね、まず。大丈夫だ。ここで転ばないようにね。大丈夫大丈夫。もうつまずかないようにね。そしたら上に行くよ。後ろに行きますよ。はい。一番後ろに来ました。一番後ろ来ました。でも乗ってくるじゃないか。観光客乗ってきますよ。船渡し。船渡しだよね、あれ。はい、出発します。フェリーは帝国通り出港します。やっぱ後部席は一番いいね。いいでしょう。両方見れるから。十分だ。観光船じゃなくて。柏君トイレありますが、もうほとんど鍵が閉まってます。壊れてます。水も流れません。上に上がっていきます。これが1階のフロアです。よいしょ。終点前着きました。雨がちょっと降ってきちゃいました。お天気雨みたいな。お天気雨みたいに来てる。おお、着いた。綺麗な港町っていう感じがします。可愛いお店が多い。うん。本当だ。1時間半ぐらい乗ってたかな。乗ってた。はい。うん。ではちょっと観光してきます。はい。よし。今日。雨が降ってきてしまいました。晴れてる景色を。そうだね。ちょっと撮影ない。これ登ってますよ。見えないね、これ。キャッスルがあります。天気が良ければ絶景だそうです。12年前に絶景見てきましたが、もう一度相棒と絶景を見たいと思います。後ろを振り返ると絶景です。おう、ウェルカムトゥザキャッスル。来ました。行くじゃん。行けるよ。行ったって道があるじゃん。あ、さっきの人の方が先入ってるよ。先いるよ。いる？結構険しいじゃん。険しい。そこに見えてます。こんな険しかったかな。足元気をつけて。絶景だよ。こちら側が黒海の方、ブラックシーの方です。で、ボスポラス海峡をずーっと南の方に、カメラを移していきます。ビルがいっぱい見えるのがイスタンブールのヨーロッパ側です。ボスポラス海峡を大きなタンカーが走っております。ヨロス城は13世紀にビザンツ帝国によって建設され、黒海とボスポラス海峡が交わる重要な拠点として航路の監視のために利用されていました。現在は廃墟となっていますが、この丘の上からはボスポラス海峡と黒海を一望できる絶景ポイントとして知られている場所です。いろいろな道がありますが、やっぱりちゃんとした、階段があるところを通った方がいいと思います。ジャンパー脱いでる意味が分かった。熱くなる。よいしょ。
よいしょよいしょ。ずっと丘を降りてきます。登った降りる鉄則です。鉄則。アイスクリーム屋さんです。賑わってます。待合室にも有料トイレはありませんでした。有料トイレもないので、このレストランでターキッシュコーヒーを頼みました。88、32、300円ぐらいです。ハーバーで景色のいいレストランですが、帰りのフェリーまで30分ぐらいしかありません。はい、ギリギリ帰りの船に間に合いました。今そこの洋産レストランでターキッシュコーヒー1杯70リラでした。はい、さようなら。ターキッシュコーヒー粉っぽかったです。はい、お菓子も何もつかなかった。つかない。お水もつかない。慌ただしい観光が終わって戻ります。にカラフルな家が並んでて綺麗。私たちはもちもちくかけるといきなり寒くなる。寒くなるよ。太陽が出るといきなり。そう。でもね、今ね、気温19度です。でもね、寒い。は羊羹が多いです。戻ってまいりました。オクヤヌスというシーフードレストランに入ります。賑やかなお店です。結構人入ってます。そして厨房です。片口和紙これを今頼みました。水が25、約100円です。お腹空いたから。スープが来ました。190。はい、海鮮スープ195リラです。レモンを入れて、今日は豪華ですよ。普通のレモンいっぱい入れたから酸っぱいスープです。美味しいでしょう。600円にしたら高い。600円以上だ。お魚料理だから。そうだよ。淡白な魚だね。それサバっぽいよね。サバ？いろんな魚介のエキスが入ってる。皆さんに。イワシが。イワシ。うまそうだよね。イワシどういう味？あ、美味しいよ。うまい。でも私辛いの入れたい。こうやってやるんじゃない？葉っぱも一緒にこれで食べるんじゃない？はい。この汁をこうやって。イワシ美味しいね。これパンに合うよ。アヒージョで。エビはねそんな大きくない。なんか小ぶりなエビです。味はね。なんか香辛料が。でもあんまりしょっぱくはない。ちょっとお金を出せばケバブじゃなくても食べれます。こういう海鮮。木彫りのお魚。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。夕方になって晴れてきました。最高の天気です。夕焼けだんだん。こちらのアパートに4日間お世話になりました。はい、お世話になりました。ありがとうございました。失礼いたします。空港までミニバス、フェリー、バス、地下鉄と乗り換えていかなくてはいけません。スクールバスから可愛い子供たちが手を振ってくれています。ミニバスは1人25リラです。そうだよね。全然。乗り合いバスに乗れました。10キロのリュックを背負って20歩歩くのはきついです。3分ぐらいで港に到着。イスタンブールの朝、平日通勤風景です。これからフェリーに乗ります。カードの残高を確認してから乗ります。デスキタス通勤になってしまいました。はい、ヨーロッパ大陸側へ通勤する人たちと一緒に乗り込みました。ミニバスも乗れて、これにも順調乗れました。次はバスと地下鉄、うまく乗り継げますでしょうか。このボスポラス海峡を渡るフェリーは結構大きいです。
8時21分出発します。10分ぐらいでヨーロッパ側の港に到着します。向こうがアジア側、私たちはヨーロッパ側に渡ってきました。ここから乗ります。これ前でしょうか。ここからメトロ11まで歩いていきます。9分ぐらいです。今の時間。ちっちゃいな。55分だよ。イスタンブールの地下鉄案内があるんですが、非常に分かりづらくて苦労します、乗り換え。ただいろいろ周りの人に聞くと親切に教えていただけたので、なんとか空港までの M11 メトロの駅までたどり着きます。新しい線だけあって非常に綺麗です。ただ結構分かりづらいです。メトロめちゃくちゃ深いです。これで3つ目のエスカレーターです。4つ目のエスカレーターで下がります。どこまで地中深いところに地下鉄が走ってるんでしょうか。やっとホームに着きました。なんか近未来的。お疲れ様です。お疲れ様。いろんな人に聞きまくってここまでたどり着きました。今の時間は16分です。1時間15分かかりました。地下鉄 M11 路線に乗り、イスタンブール空港駅に着きました。エスカレーターに乗ると2つぐらい上がらないと空港への連絡通路に出れません。でもスーツケース持っててみんなエレベーターを待ってました。なんかすごい遠回り連絡通路出ました。この前がイスタンブール空港で、このカートはなんか有料2ユーロもするの高っ。何でも高っ。やっとイスタンブール空港の入り口まで来ました。インターナショナルデパーチャー出発。は結構混んでます。はい、ここで入り口でアーミーナイフが出せと言われました。荷物を預けるにもかかわらず機内には持ち込めないという説明なんですよ。もう全然分かっていません。全然分かってない。だから説明してやっと機内預けるんでから関係ないでしょって言ったら OK って話になりました。なんかもうトルコね、プロを感じません、全くこのチェックは。はい、ちょっと苦言です。チェックの重量は11キロと 9.3 キロでした。はい、イミグレ結構混んでます。GA ラウンジを目指します。多分中2階なのでこの上だと思います。お腹すいたね。どっか上がるとこあるでしょうか。お腹すいたから早く食べたい。はい、GA ラウンジ上なんでしょ。結構混んでそうだね。ラウンジ受付がこんなにあるので相当大きなラウンジじゃないかと思います。 IGA ラウンジ AGI じゃない。はい、めちゃめちゃでかい。なんかもうなんか中にみんな店もあったりします。すごいね。大きそうだね。でかい、すごいサラダ。はい、ラウンジでいただく朝食です。結構焼きたてが来るんですが、結構並ばなくてはいけません。目の前で焼いております。あとスープ。あとでデザートを食べに行きます。はあ、やって座れた。よいしょ。ではいただきます。はい、いただきます。はい、GA ラウンジ来ました。さあ入れますでしょうか。同じブランドのラウンジには入れませんでした。ゲート近くの IGA ラウンジに入った方がいいですね。どうしますか、あなた。だって余ってんでしょうかね。12時53分、今インブール空港から搭乗開始になりました。一応イスタンブールの本日の天気だけを言っておこうかな。10月1日、今20度で最高20度で最低13度になる予想です。結構肌寒い感じです。はい、ちょっとね、大事です。2人の席じゃありません。3人の席でした。最後部席なのでトイレは近いです。イスタンブールからシンガポールまでの機材はエアバス A350 の900です。モニターはそこそこ大きいので映画を楽しむことができます。ボーロは羽田からブリュッセル、復路はイスタンブールか成田まで
11枚1080円でした。の時間になりました。私はビーフを頼みました。チキンカレーです。はい。いただきます。いただきます。控えめの食事、朝食です。エッグと、マッシュルームしました。相棒も同じです。はい、ただいまシンガポールチャンギ空港に着きました。はい。まだ、5時ちょっと前です。眠いです。はい、トルコ時間で23時はい。ぐらいなので、はい一番眠い時間です。はい。私は爆睡してきたので、まあそんなに眠くありません。チャンギ空港の気温は25度というふうにアナウンスがありました。はい。暖かいです。暑い。全くわかんない。ちょうど5時になりました。ラウンジを探しましょう。時は。毎回シンガポールチャンギ空港に来るたびにこのルイ・ヴィトンのデコレーションが変わっています。ハラバラウンジでシャワー浴びようと思います。ハラバラウンジです。トライオフ ED パスで入ることができます。はい、マハラバのシャワー室です。マハラバラウンジでシャワー浴びてきました。ちょっとドリンクだけいただこうと思います。はい。また朝早いのでほとんどお客様がいまいせん。らっしゃいます。料理をちょっと見ていきます。サンドイッチがあって、サラダがあって、あとこちらは温かい料理かと思います。誰もいないのでちょっと見させてもらいます。はい。もう焼きそばとかありますね。かぼちゃ。かぼちゃ。ああ、たくさん入ってます。ああ、まだ夜用意してあったんですね。これね。はい。ソーセージ。ああ、はい。チャーハンです。チャーハンです。はい。あとはトーストパン。あとコーヒーサーバーです。はい、できよ。ピザ行こうか。特にお腹は空いておりませんが、カフェオレとちょっと味見に朝食持ってきてみました。いただきます。第2ターミナルの真ん中の公園も毎回デコレーションが行われます。全部成果だもんね。うん。綺麗だね。綺麗だね。とても綺麗です。とても綺麗です。BGM に来ました。はい、こちらでいただくことになります。以前はここでうなぎを食べに来たのですが、何やら大幅にメニューが変わっていました。すみません。この辺のメニューは変わっておりませんでした。サラダがあります。そばがなくなったね。はい、サラダ。パンがあります。パンある、うん、パン。今日はサバセットになります。なんだ、焼きサバ？揚げサバ？ちょっと油で揚げたような感じのおそばです。このね、タレが甘そうでちょっと合わないかな。では、いただきます。いただきます。甘い焼き鳥のタレみたいな。あ焼きサバの醤油と大根おろしがいいんですけど、あ、日本食だからいいか。ご飯は、ちょっとパサパサ。備蓄米かな。美味しくいただきます。チャンギで日本食をプライオリティパスで食べたかったら、ここに来たらいいかと思います。いや、この間うなぎ食べられたから感動したけど、うなぎじゃなかった、今回は。残念。あとね、シンガポールから成田へ帰ります。今回は一番後ろの席、2席になっております。私たち一番後ろの席を取りました。シンガポールから成田への機材はボーイング 777-300ER、 結構新しい機材です。今ディスプレイも新しくて大きいです。充電庫もあります。下はいつも同じ、ちょっとへたってますけどマルチポケットが便利です。今回の旅の最後のランチです。フィッシュを頼みました。お蕎麦が出ております。はい、戻ってきました。成田に戻ってきました。
今の時刻。 17時32分です。日本はもう薄暗いんだね。そうだね。ただいまジャーネです。ベルギー、オランダ、トルコを巡った26日間の旅から今、帰国しました。無事帰国しました。終わってみればあっという間でしたが、濃厚な毎日でした。これからも旅を続けて動画を作成していきますので、引き続きチャンネル登録と応援をよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。じゃあね。次回の動画からベトナム旅行編が始まります。最南端のリゾートフーコック島から始まり、世界遺産のハロー湾の一泊クルーズ、寝台列車で山岳地のサパへ移動。一度の旅で夏と冬を経験してきた18日間です。物価や移動方法などの情報も盛り込みましたので、これからベトナム旅行を計画している方にも参考になるかと思います。まだまだ旅は続きますので、登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。では、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。